皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、毎日新聞の経営状況が悪化しているという話題を取り上げていこうと思います。以前私はこのチャンネルで朝日新聞の業績が悪くなっていることを話題として取り上げましたが、毎日新聞も同じように業績は悪くなる一方だと言えます。またこの先の未来においてもその業績がパッと明るくなるような展望というものは全く見えていません。しかし、この朝日新聞にしても毎日新聞にしても同じこととして言えることが、果たしてこれが報道機関として存在していることに意味があるのかという疑問符はずっとつきまとうということです。日本にとってあった方がいい会社であれば、業績が悪くなっているんだねというのであれば、非常に悲しいニュースなわけですが、朝日新聞にしても毎日新聞にしても残念ながら、果たして日本に存在している意味があるんだろうか、むしろ有害ではないだろうかといった疑問は常に存在するような会社なのです。さて、そのような会社なわけですが、毎日新聞は業績が悪くなっていることに関連して、これをなんとか少しでも改善しようと減資という方策を取ろうとしています。資本金を取り崩す減資というものの効果というものについては後半で解説するとして、現在の毎日新聞がどのような経営状況になるか関連ニュースを見ていきましょう。毎日新聞社、資本金41億円から1億円で中小企業に、現場記者が漏らした不安、いよいよ X デーが来るか。社内は騒然。1月15日午後4時25分、毎日新聞社の人事総務本部次長から全社員に向けてこんなメールが送信された。毎日新聞社の臨時株主総会が15日開催され、現在の資本金41億5000万円を1億円とすることが承認されました。この突然の発表に社内は騒然となった。そもそも減資とはどんな目的で行われるのだろうか。税理士の宝田氏はこう解説する。資本金を1億円以下にすることによって、税法上は中小企業の扱いになり、税制上のメリットを得られます。一方、資本金を下げるということは、対外的な信用度も下げるというデメリットがある。今の毎日新聞は、対外的な信用度よりも実利を重視したい状況にあると考えられます。この事態をどう受け止めているのか、社長の丸山氏を直撃すると、取材はすべて広報を通してお答えしますの一点張り。同社広報担当は、減資の理由について、適切な税制の適用を通じて、財務内容の健全性を維持するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を図ることにあると回答した。東京本社に勤務する20代の経済部記者は、こう不安を口にする。会社が苦しい状況にあるのは身をもって感じています。夜打ち朝掛けをするにも、他種の記者がハイヤーを使っている中、うちは電車を使っているんです。取材経費を申請すると、どんなに少額でもなぜ必要なのかと問い詰められてしまう。いよいよ社屋を売却して、江東区にある関連会社に本社を移転する X デーが近いんじゃないかという噂も広まっています。減資をしても未だに先行きは見えない。この記事の補足情報です。まず、部数の減少について、毎日新聞 ABC 部数で中日新聞に続き、日経新聞にも追い抜かれるという記事が2020年11月末に出ていました。毎日新聞の部数が一体どうなっているのか、2010年10月度は354万部ありました。それが2020年10月度には205万部まで激減しています。新聞の部数それ自体が減っていることは業界全体の出来事ではありますが、しかしそれでも毎日新聞の減少数というものは非常に顕著になっています。そのことが現れているのが発行部数の順位です。発行部数の順位は、読売新聞、朝日新聞、日経新聞、そして中日新聞の後に毎日新聞です。この中日新聞というのは地域紙であって全国紙ではありません。ですから、全国紙である毎日新聞が地域紙に負けているという現象が起きているのです。記事では毎日新聞が資本金を削って1億円に減資しますよということが書かれていました。こうした減少を行うというのは、大企業という区分から中小企業という区分へと変更することに意味があります。記事の中で指摘されているように、これは税制優遇を受けるためです。企業が払う税金といえば、代表的なものは3つあります。法人税と法人住民税と法人事業税の3つです。その他にもまだあるでしょうが、少なくともこれら代表的な税について言えば、大企業という区分よりも中小企業の方が基本的には優遇されています。また、大企業であった時には受けられないような支援策というものも、中小企業になった時には受けられるようになりますし、また、大企業の時ではできなかったような帳簿上の経費の取り扱いなどについても、その取り扱いが緩和されたりもします。ですから、大企業という看板を捨てるということさえ、
感受できれば別に実利を求めるという点においてはこの減資を行うということには意味があるのです。ただしこれをやったからといって経営がいきなり改善されるわけではありませんから、基本的には経営状況がだんだんと悪くなってきて何とかしなければならないとなった時に手をつける方策だと言えます。ですからこのようなことをするということは、それだけ毎日新聞の経営者たちがもうできるような手があんまりないなというような追い詰められていることがわかります。それというのも記事の補足として挙げた部数の減少というものに全く歯止めがかかっていない現状があります。これまでは多くの人たちが新聞を読んでいた時代というのがあったわけですが、現代においてはそれこそ一人暮らしを始めた人が、さあこれから新聞を取ろうなどということは基本的に自分からはしないはずです。もちろん売り込みに来る人たちというのはいるわけですが、それにしたって全体としてはもう新聞なんかいらないやという人の方が圧倒的に多いわけです。だからこそどんどん新聞を読んでいる人というのが減ってきて、未来が明るくないということはもう確定しているわけです。新聞というのはどうしても情報としては古くなりやすいですし、またゴミ出しめんどくさいなといった当たり前のことも発生します。もちろん紙資源の無駄だという考え方もあります。そうした新聞配達のデメリットというものを改善するために、今はネット配信に力を入れているところもあります。例えば日経新聞などにおいては電子版の購入者が約80万人いると言われています。これなどは新聞というものが明らかに情報として遅れていることを自覚した上で、もう電子版の方にどんどんと移ってくださいよということを多くの人に啓蒙している結果だと言えます。そして日本の報道機関の朝日新聞や毎日新聞に共通している問題はあります。それは程度の低い批判というものをずっと繰り返していることです。これは特定の話題についてというよりも、ありとあらゆる事象について同じことが言えるのですが、政権批判が目的化しているといった問題を抱えています。具体的な例として新型コロナウイルスの問題を取り上げるとすれば、皆さん思い出してみてください。例えば新型コロナウイルス問題のその初期において、中国武漢で患者が大量に発生していますよという報道が流れ始めた頃、日本政府は中国との人の交流というものを遮断しようと検討し始めました。ところがその最初の頃において報道機関が何を言っていたかというと、中国との人の交流を遮断するという行為は差別的な行為であるといったような批判や、もしくは日中双方の企業にとって打撃が広がることであり、とても良い政策とは言えないといったような批判の方が圧倒的に多くありました。ところが日本政府が日中の間の航空便というものを止めるようになってからは、一転して全く真逆の意見。なぜもっと日本政府はもっと早くに中国との間の交流というものを遮断しなかったのだという批判の方が圧倒的に強まりました。そしてそのことは以後もずっと続きます。その他にも政府の行っている GoTo キャンペーンが実施されている時には、新型コロナウイルスがどんどん拡散してしまうじゃないか、こんなキャンペーンはさっさとやめるべきだという批判を大々的に展開していました。では政府が GoTo キャンペーンなどを停止しましょうとなった時にどのようなことが起こったかといえば、そうした政府の発表の翌日には、これまでやめろやめろと合唱していたその報道機関が全く逆の意見として、政府が GoTo キャンペーンをやめたから関連する業界の人たちが失業や倒産の受け目に遭う、このようなことをするのは国民の命をないがしろにしている政策だといったような批判などを展開するわけです。このように政権批判が目的化していると、今政府がやっている政策に対して文句を言う。しかし政府のやっていることが変わったら結局批判そのものが目的化しているので、これまでの主張と全く真逆のことを報道機関そのものが言い出すというわけのわからないことを起こしてしまいます。そして毎日新聞というのは朝日新聞が過去に様々なフェイクニュースを流したのと全く同じように、過去には変態新聞などという呼び名を受けるぐらいに日本の誤った情報を海外に向けて垂れ流しにしているということがずっとありました。そういった意味では朝日新聞と並んでその存在そのものがやばい報道機関だと言えます。しかしこのような会社であるにもかかわらず、持っている不動産というものは非常に優良物件が揃っており、それによって朝日新聞と同じように何かあったとしてもその不動産物件というものを賃貸に出すなり定期借地に出すなり、様々なことをして十分収入は得られるだろうと言われています。ですから新聞事業がどんどん行き詰まって暗い見通ししかないような状況においても、新聞事業をどんどんと縮小しつつも不動産業をメインにすることで会社そのものはなくならないと言われています。
しかし、報道機関としての仕事を続けるというのであれば、少なくとも政権批判を目的とするのではなく、自分たちの主張はこうだという信念を持って批判を行っていくような姿勢というものが今後は求められます。そのようなことができないのであれば、いっそのこと報道機関としての仕事などはもうとっとと畳んでしまうべきだと私は思っています。皆さんは今回の話題に変えてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。